どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回はですね、こちら DJI のね、Osmo シリーズ、今買うならどれを買うべきかというね、テーマでお送りできればなというふうに思っております。いや、めちゃくちゃあるんですよね、Osmo シリーズ。しかもですね、こちらですよ、Osmo Pocket 4が新しく登場しました。レビュー動画も出しましたが、見ていただけたでしょうか。めちゃくちゃね、こだわって作った徹底レビュー動画があると思うんですけれども、今回のね、Osmo Pocket 4めちゃくちゃ良くなったし、でもその一方で Osmo Pocket 3でもね、めちゃくちゃ使いやすかったじゃないですか。これでもいいかなっていうね、意見もあると思いますし、僕はね、意外とこのナノとかもね、好きだったりするし、他にもアクションとかね、Osmo 360とかいっぱいあるので、どれを選べばいいかわからないっていうね、方が結構いらっしゃると思いますので、それぞれのね、強みであったり使い分け、僕たちのね、どういう風にね、使い分けているのか、どんな用途でそれぞれに使っているのか、どんな違いがあるのかっていうのを、この動画でね、全てまとめていきたいなという風に思っております。ちょっとね、今喉の調子が悪くてね、いつもとはね、違った声かなと思うんですけれども、今日も頑張っていきますので、ぜひね、最後まで見ていただければなと思っております。ということで、それではね、早速結論からいきたいと思うんですけど、まず結論として、とにかく綺麗に撮りたいのであれば、もうこのね、オズポケです。はい。オズポケがね、一番画質というところでは、やっぱりね、頭一つね、抜けてるような印象です。特にオズモポケット4ですよね。オズモポケットといえばね、このジンバル一体型のカメラになりますので、手ブレがね、すごく起きづらいというようなね、メリットがあって、歩いて撮るときとかもブレにくくてね、撮りやすいといった形になりますと。で、オズモポケット4はね、結構いろんなところでね、進化ポイントもあるので、よりね、使いやすくなったし、こう撮影できないというね、リスクも低くなった、そんなカメラにもなったかなと思います。で、一方でその場の空気をね、そのまま記録したい、もう瞬発的に記録したいという方には、この Osmo Action 6がおすすめです。というのも、これがね、一番ね、撮影のハードルが低いと思います。で、スクエアセンサーが入っていることによって、これで撮っておけば縦にもなるし、横にもね、切り出せたりとか、あとはレッグが一番ね、早くできるカメラにはなっていますので、瞬発的にパッて撮ることがね、できますので、これもね、非常におすすめです。なので、基本的にはね、Osmo Pocket 4と Osmo Action 6どっちかをね、買っておけば、間違いないかなと思いつつ、ただ僕の中でのお気に入り、最近のお気に入りはこのナノちゃんだったりはするので、これもね、ちょっとじっくりね、紹介したいものではあるんですが、大体ね、こんなところになってくるかなと思います。今回ね、基本的に現行機種をね、使って説明はしていくんですが、最後にね、型落ちはどうなの ?1 個前、2個前ってね、DJI のカメラ購入することできるので、そういったものどうなのかっていうところもね、僕なりの意見というか、見解をね、お伝えできればなと思っております。ではね、ここから Osmo シリーズのね、現行機種をね、まずシリーズをおさらいをね、していけたらと思います。ちょっと表でね、まとめましたので見てみましょう。こんな感じです。ジンバル一体型カメラとして Osmo Pocket 4がね、一番新しいものとしてあって、で、アクションカメラ用途としてアクション6であったりとか、あとはね、分離できる Osmo Nano ですね。一体型ではなく、このね、ドック型になっててね、このカメラ部分だけを取り外すことができる Osmo Nano。そして360度カメラとして使える Osmo 360の、今4機種がね、Osmo シリーズの、ラインナップとして、展開されていますと。ではね、一つずつ見ていきたいなというふうに思ってるんですけれども、まずは Osmo Pocket 4ですよね。Osmo Pocket、3、4っていうのは Osmo シリーズで最大のね、センサーサイズ1インチをね、搭載していますと。これによってね、画質がね、とにかく一番綺麗と言ってももう過言じゃないと思いますし、夜でもね、非常に明るく綺麗にね、撮影することができます。で、このカメラはね、唯一ボケ感があるんですよ。なんかカメラにね、こうやって何か近づけた時にね、背景がボケるんですよね。これがね、このカメラにはあります。で、ダイナミックレンジも14ストップ。要は明るいところと暗いところをよりね、広範囲に撮影ができる、そんなね、機能が Osmo Pocket 4では2ストップ分、要は2段階さらに進化したというようなところになっています。で、手ブレ補正機能もね、めちゃくちゃ優秀で、もう光学手ブレ補正になりますから、撮影時に物理的にね、ブレが少なくなってるので、こういったアクション系ってね、電子的に後からの処理でね、うまく補正するんですけど、これはね、もう光学的にブレが少ないので、圧倒的にね、やっぱりここの使いやすさっていうのはありますし、唯一無二のね、この使いやすさっていうのがあるかと思います。結構シネマティックと呼ばれるね、作品っぽいようなカメラワークもね、簡単に初心者の方でもすることができると思いますし、あとはね、もう水平が勝手に撮れるので、しっかりと水平を撮った状態でね、撮影ができるっていうのも、このカメラのね、魅力かなと思います。で、さらに内蔵ストレージが 107GB も入っていますので、これでね、Osmo シリーズ全て全部内蔵ストレージに対応しました。で、もちろん別でね、SD カードをね、ここの中に入れることもできるので、マイクロ SD をね、使うこともできるし、マイクロ SD をね、忘れた時は、もうこのカメラの中に直接取り込むこともできると。なのでね、撮影できないリスクもかなりね、減りましたし、あとはね、地味に嬉しいんですけど、USB-C ケーブルを使って Mac とかにね、つないで PC にね、データを転送する際の移動速度、転送速度もめちゃくちゃ速くなったんですよ。最大 800MB/s になりますので、だいたい 17GB のね、素材を取り込むと、Osmo Pocket 3だったらね、8分以上かかってたのが、この Osmo Pocket 4だったらね、1分もかからないね、速度で転送が可能になりました
ので、これはね、めちゃくちゃ大きい進化になっていますよね。で、そしてね、さっきから言ってた D ログに対応したんですね。前作のね、Osmo Pocket 3は D ログ M だったんですが、こっちは D ログになったんですよ。これがね、結構大きくて、より扱いやすいね、ログっていうものを使うことができるようになりました。ログで取ることによってね、後から柔軟に色を変更できるというメリットがあるんですけど、逆を言えばね、後から色をね、調整しないといけないっていうのではあるんですけど、でもね、しっかりとね、調節してあげるだけでね、こんなに綺麗なね、映像がこの小さなカメラで撮れるようになったんですよ。このログに関してはね、今のところこの中では一番綺麗って断言僕できるので、それぐらいね、本当に D ログのね、進化は熱いと思います。はい。ちょっと後ほどね、ここ詳しく見ていきましょう。で、さらに 4K240fps にも対応しましたので、現状のね、Osmoシリーズでは最大のフレームレート、要はスローモーションがね、ここが最大8倍とか10倍でね、撮影することができるようになったので、超滑らかなスローモーションを、4K のね、画質クオリティで撮影ができると。これはね、Osmo Pocket のね、唯一無二の機能かなと思っております。4K240 ってね、30万円とか50万円するカメラでもね、なかなか撮れないね、本当に高機能になってますので、ちょっとこれ搭載された時はびっくりしました。で、あとはね、DJI のカメラといえばマイクのエコシステムが最高なんですよ。これオズポケだけじゃなくて他でもね、できるんですけど、こういったね、例えばマイクミニと呼ばれるね、DJI のこのマイクをですね、直接このね、本体に接続をすることができます。マイクのね、電源を入れてあげて、でね、ここですね、ここからワイヤレスマイクで TX1、どっちかをね、ペアリングをしてあげると。このペアリングボタンを長押ししてあげればこんな感じで接続がねできて、でもうあとはね僕の音声をこのねマイクのOsmo Pocketのね中に直接を収録できると。でこれが1個だけじゃなくてさらにね2つ分まで同時にね収録ができるということになりますので、このねやっぱエコシステムはもう DJI 最高のねところになっております。これ全部一応できます。一方でね、デメリットも一応明確にはあります。で、それが何かというと、まずは画角ですね。この Osmo の中で一番画角が Osmo だけ狭いんですよ。明らかに狭いんですね。だいたいね、20mm という画角で、35mm 換算で 20mm になるんですけど、これどれぐらいかっていうと、自撮りをするにはね、自分は全然入るんですが、2人以上でね、入ると結構パンパンになってきたり、3人、4人とかだと、ちょっとね、狭いなっていう風にやっぱ感じてしまうと。こういったね、別売りの広角レンズをね、使ってあげれば、これマグネットでね、つければ、より画角が広くなるのでね、こういった感じで使えばよりね広く撮ることはできるんですけど、ただやっぱちょっと画角が歪んでしまったりとかね、そもそもこれめっちゃなくしやすいんですよ。僕はねフィリピンでなくしてきたね記憶もあるし、今だってねあれどこ行ったっけってなってたぐらいなんで、よりね大人数で写りたいという時にはちょっと不向きかなと思います。で、あとはジンバルの扱いはねやや慣れが必要かなと思ってます。ちょっと慣れてないとね思い通りの場所を取れなかったりとかで、あとめっちゃ詳しく見ると右向きに関してはめちゃくちゃね可動範囲は広いんですが、これが左側の方はちょっと短くてですね、限界値がねちょっと左だったらあるというところはあるので、ちょっとこの辺はね操作感になれば必要かなと思います。で、あとはこの中では耐久性が低いかなと思います。すごくデリケートなんですよこの子は。なのでねやっぱ保護カバーっていうのもねしてあげる必要もありますし、このジンバル部分がね精密機械になってますので、こうカバンの中にこのまま入れるっていうのもね怖かったりするし、耐水性もね一応ないので、ちょっと他のものに比べたら、若干ね怖いところではありますかね。では続いてはねOsmo Action 6を見ていきたいと思います。この子はね 1.1 分の1インチスクエアセンサーを搭載していますと、これによってですねもうこのまま撮っておけば後からね縦にもできるし横にもね好きに切り出すことができる。これはこれでねやっぱまた良さがあるようなそんなカメラになっています。Osmo Pocketの1インチセンサーの面積でいうとだいたい約 83% 程度になりますので、めちゃくちゃ変わるほどではない、結構これに、ね、迫るぐらいの広いね画角になっております。逆にですねAction 5 Pro 前のねモデルと比べるとこっちが 1.3 分の1型になるので、この Action 6は面積がね約 1.4 倍にも大きくなってますので、それによってね背景がちょっとボケやすかったりとか暗いところでも明るく撮りやすくなるというね、ノイズが減るというね大きなメリットが挙げられます。で、この Action 6からはですねアクションカメラ史上初のね可変絞りに対応しました。 F2 から F4 のね可変絞りになったことによって、モードにね応じてカメラが勝手にね最適な F 値を選んでくれるようになっています。なので例えば景色をね撮るときって F 値がね絞ってて全体にピンが合ってた方がいいみたいなことがあるんですけど、そういった時は F4 で撮って、で逆にね夜とか暗いシーンでは F2 で明るくして、可変絞りで撮ることもできます。で、そもそもシンプルにね耐久性も良くなってて水深 20m で撮影可能だし、防水ケースをつければなんと 60m まで潜ることができます。 IP68 のね保護等級となってますので、水系はね一番これが強いと思います。そもそもむき出しのね機構がないのでね、落としてもこんな感じで全然ね大丈夫そうな感じ、一番耐久性がありそうです。
ね。で、レンズが割れたとしてもここを交換することができるので、本当非常にね、考えられてるなと思います。僕的にはね、これが一番ね、なんかバランス良くて欠点がないかなというふうに思うんですけれども、強いて言えば注意点として他のものに比べて自撮りがやや撮りにくいかなっていうのはあります。というのもね、このフロントのモニターがちっちゃいので確認しづらいというところですね。背面のねモニターはこんな感じですごく大きいんですけど、自撮りになるとねこんな感じのサイズ感になるので、オズモなのでね比べても小さいし、もちろんアクション6と比べても小さかったりする。なのでねシリーズの中では一番自撮りはねちっちゃく確認することになるという、それぐらいかなといったところです。で、続いてがオズモナノになるんですけれども、これもね僕はめちゃくちゃおすすめです。オズモナノはね 1.3 分の1インチセンサーになりますので、先ほど紹介したオズモアクション5 Pro と同等のセンサーサイズとなっています。カメラだけで見るとねめちゃくちゃちっちゃいので、これでね同じセンサーが入ってるって考えるとよりね取り回しがしやすいというか、撮影のしやすさで言うとねナノを選ぶ選択肢っていうのがね十分にあると思います。このオズモナノのね一番の強みは、特殊なアングルでの撮影が得意であるということ。このねドックと分離することができるような仕組みで、このカメラをもう極端な話どこに置くこともできるので、例えばねマグネットのねところにつけてこういう風にネックレスとしてね使って POV 視点での撮影もできたりします。僕ね最近石垣島でねこういう風に撮って、いろんなねコンテンツを撮ったりしてるんですけど、そういった撮影もできるし、あるいはねペットとか赤ちゃんとかにね取り付けられるサイズ感でもあるので、いろんな視点でね動画をね撮影できるというようなねそんなメリットもあったりします。で、一応ねカメラ単体であればある程度のね耐水防水性があるので、こっちはね、全然ないと思うんですけど、ちょっとした水辺のね撮影とかでも怖くないというような安心感もあったりします。で、ナノのね欠点はちょっとね何個かはありまして、思ったよりねちょっと大きく感じるということがねあるかなと思います。ナノの単体で見ればそんなにねちっちゃいんですけれども、ただこれガッチャンコするとですね、アクション6と比べると縦幅が大きいんですよね。だいたい 1.5 倍ぐらいはあるかな。その分ね横サイズはちっちゃいし、厚みもね少ないんですけど、ちょっと高さは出るかなといった感じはしますと。で、このねカメラ単体はインスタ360のね、それこそ5シリーズめちゃくちゃね競合モデルになるんですけど、よりもサイズも大きいというねところにはなります。だから超ちっちゃいわけではないかなと思います。で、あとはねちょっとナノを使う時には注意点が結構あるのが、制約が意外と多くて、例えばねこれカメラをね外してたらプレビューのね解像度が落ちてしまうっていうことであったりとか、あとはデータをね PC に取り込みたい時にカメラがねちゃんとこっちかな、こっちの向きじゃないといけないみたいな感じで決まってたりするんですよ。なのでちょっとこっちかみたいな、なんかそういうね細かな制約っていうのは使ってるとねちょいちょい感じてしまうようなカメラでもあるかなと思います。で、最後が Osmo 360ですね。これはねもうここにもカメラがあってこっちにもね、レンズがあるので、この2つのカメラをガッチャンコさせて360度全部撮るというようなそんなカメラになってます。もちろんね片方だけで撮るっていうこともできます。Osmo 360のね、良さとしてはもう全部撮れてるという安心感ですよ。もう編集でね後からアングルをね自由に調整できる、これがね一番の魅力だと思います。なのでね圧倒的に人とね違う表現ができる、パノラマ動画のようなね他のカメラでは絶対的に撮れないというようなねそんな絵を撮ることもねできたりするのがこのねカメラの強みですよね。ただですねその分ね編集はちょっとめんどくさいというようなね欠点はあって、専用のねアプリでの編集が必要になったりはするので、実際に触ってみるとねそんなめっちゃ難しいわけではないんですが、ちょっと最初のハードルの高さみたいなで撮った映像をねそんなすぐにね使いづらいっていうねところのデメリットというかねハードルの高さはあるかなと思いますので、撮れる内容はねピカイチでめちゃくちゃいいんですけれども、若干ね運用のしやすさしにくさっていうのはあるかもしれませんよね。っていう感じで現行のね Osmo シリーズこんな形になってるんですけど、ここで1個忘れてはいけないのがこの子ですよね。 Osmo Mobile 8。これはね一応 Osmo シリーズにはなってるんですけど、これはねカメラではなくスマホ用のジンバルになってます。iPhone とかでね、動画をね撮影するならこれにね取り付けて、で滑らかなね映像を撮ると、こんな感じでねスマホジンバルになりますので、Osmo Pocket と同じ仕組みでね撮影ができると。でこれめちゃくちゃ安いから、スマホいいの持ってて Osmo そんな必要かなって思う方はこれでねちゃんとこだわって撮るっていうそんなね選択肢もあるかなと思って、ちょっとね今回ご紹介をさせていただいております。用途次第ではこういったものを選ぶっていうのも一個ねありなんじゃないかなと思っております。ではですね、ここからが本題と言っても過言ではないんですけど、用途別におすすめをね紹介できればと思っています。僕らのね作例も紹介していきますし、使い方とか使用感とかね、僕らがたくさん使って分かったことで、皆さんがねどんな絵を撮りたいか、そういったことをね想像しながら見ていただけるとねすごくいいんじゃないかなと思っております。で、今回ね見ていただく作例、そして見ていただいた作例はですね、僕がね頑張って作った DJI の Osmo
シリーズに専用設計したラットをね使って色のね編集をしています。これ何かというとね、動画の色味をワンタッチで変えるね、フィルターのようなものになるんですけれども、今回ねこの Osmo Pocket 4が登場したことによって Dlog に対応したから、スタンダード Dlog、Dlog 全てのカラーにね対応させたラットのね総まとめを今回リニューアルしました。新たな2種類をね追加して計8種類のね色表現をね、どのカメラでどのプロファイルで撮っておいたとしても全て統一してね楽しむことができるようになっておりまして、今回見ていただく映像はね全てこれを使ってね色編集されておりますので、ちょっとね色が綺麗だなと思ってくださった方はね DJI の Osmo ラットパック G2 をねよかったらチェックしてもらえたらなと思っております。じゃあまずはね用途別に一番率直にね綺麗に撮りたいというニーズ、これですよね。これはやっぱり Osmo Pocket 4です。画質はやっぱ一番ね綺麗だと思います。特に暗所性能、夜のね暗いシーンは他よりもね1個抜けた印象があります。であとはね画角が狭いからそれがね逆に良くて、歪みも少ないと、建物とか四隅が歪むっていうこともなかなか少なかったりとかね。あとはね結構寄れるんですよね。こういった手元のね撮影をしたい時に、他のねシリーズだとここまで寄るとねピントがあんまり合ってくれなかったりするんですが、Osmoだとねここでもピントが合っております。しかもそれでいて背景がボケてるといった形になりますので、手元のね撮影とか商品を紹介したりとか自撮りをしたりとかね、そういったところではめちゃくちゃね効果的、画質をね発揮するんじゃないかなと思います。であとはね Osmo Pocket 4は唯一ねライトを取り付けができるようになりました。ここをねカポってつけてあげるだけでこんな感じでライトをつけれて、これ3段階で調整が可能になっています。色温度も変えれます。これで照らすとねめちゃくちゃ漏れます。マジで漏れます。本当に自分の顔が明るく撮れるので、女性の方とかさ結構持って撮りたいじゃないですか。そういったところでもめちゃくちゃね活躍できる。これはねこの今のところオスポケしかできないのでね、これはもうナイスですよ。めちゃくちゃいいと思います。であとは現状ねこの Osmo Pocket 4だけが Dlog 10ビットの Dlog に対応しているので、画質がマジでもうダントツで綺麗です。今回ね僕たくさんサンプル映像を撮ってきましたけれども、この映像にね僕のねラット入れてあげれば一発でこの色味が出てくるんですけれども、このね Dlog の映像本当に綺麗じゃないですか。 Dlog-M とはね色の乗り方が全く違うし、そもそものね設計が違うので、これはね本当に大きな進歩だと思います。地味なんだけどめちゃくちゃ大きいと思います。でこの Dlog っていうのは、DJI のね30万円を超えるようなドローンとかのねシリーズ、ハイエンドなドローン機材にもね積まれているようなカラーサイエンスになってるんですけど、それがねたったその10万円を切るようなカメラで再現できる。これはね大きな一歩だと思うし、ここのために僕はね乗り換えたいぐらい、本当にねこの Dlog にはマジで僕は好印象です。正直ね Osmo Pocket 3を使ってた時は Dlog-M を使ってなかったんですよ。 Dlog-M 綺麗なんですけどスタンダードでも綺麗だったんですよ。で僕はねもともとこのラットパックにスタンダード用のねラットを作っていたので、ログじゃなくてスタンダードで撮って、それをね自分のラットを使ってでいろんな Vlog コンテンツ撮影をするっていうのを今までやってきたんですけど、ちょっとねこの Osmo Pocket 4で Dlog が来てからは、いやさすがに Dlog 選ぼうかっていう風になるぐらいちょっと圧倒的に綺麗ですね。一応今回のねラットパックね、もともと購入してくださってる方は無料でアップデートできますので、ビジュアルパークのねマイページから無料でダウンロードして、新しい最新版をね使ってみてください。今8種類に増えていますので、本当にね楽しく使うことができると思いますし、このラットパックはもうどれで使っても大丈夫なので、スタンダード用にも Dlog-M 用にも Dlog 用にも全て入ってますので、どれが良くて悪いとかじゃなくて全部で使えるようにまるっとまとめているというね、そんな素敵なラットパックになっております。で一方でですね、気軽にサクッとその場でね映像を残したいっていう方はやっぱりアクション6が僕はね結構推しではあります。なんでかっていうとね、これ録画までのね時間が一番早いんですよ。これちょっとね今電源切れてるところから電源入れてみますね。せーの、パンと入れてみました。でもう撮れてます。早くない？もう撮れてるんですよ。録画を止めると勝手に電源が落ちると。これいいっすよ。もう一回言ってみますか。せーの、ドンと。で始まりました。録画始まってます。めちゃくちゃ早くないですか？この速射性はね他じゃできない。でそもそもね作りもめちゃくちゃシンプルで、ボタン1個、こっちにもね1個ありますがだけなんで、迷うこともなく、みんな気軽にね撮れるんじゃないかなと思っております。で手ブレ補正もねめちゃくちゃ優秀やし、全然ブレずにね撮影ができる。でスクエアセンサーによってね後から画角のね調整ができたりとか、僕はね車載の映像とかもねこれで楽しんで撮ってたりしてたんですけど、やっぱりね画角がすごく広いから、その場のね空気感、世界観をねそのまま残すことができる。そこもね強みだと思います。であとはアウトドアでのね過酷な環境で撮影するにはまた Osmo Action 6がおすすめです。登山とかねウィンタースポーツで使いたい
いという方は、このオズポケだとね、やっぱちょっと怖いじゃないですか。落としたらどうしようとか、なんかぶつけたらどうしようみたいな、そういったシーンでの耐久性能というところでは、やっぱこれがね、非常に優れてるなと思います。で、一方でね、そういったウィンタースポーツ系は、オズモ360もいいと思います。スノボーとかね、スキーをしながらこれを使ったりとかね、こう何かスティックにね、つけて、こう、ちょっとね、ダイナミックなアクションをしてみる。自転車とかバイクとかにね、乗りながら撮影をしてみるみたいな、そういったシーンでもね、使えたりしますので、アクション6ほどのね、こう耐久性はないんですけれども、でもね、こうより広い絵をね、残せるという意味では、これもね、すごく選択肢としてはいいんじゃないかなと思います。で、あとは車載撮影ですね。車の運転のね、シーンとかを撮ってみたいみたいな、そういった用途はね、やっぱアクション6がいいですよ。アクション6がやっぱよくって、オズポケでね、車載映像を撮るとですね、ちょっと違う向きを向いてしまったり、カーブの時とかにね、ちょっとグイーンってなっちゃって、そのまま帰ってこないみたいなことがあったりするんですよ。車載にはね、あんまオズモポケットって向いてないんですけど、アクション6はね、僕はすごく高さも少ないのでいいと思います。あとはね、ナノをここからね、取り付けてあげて撮影するっていうのもね、非常にいい選択肢かなと思っております。で、人とね、違った絵が撮りたいという方は、オスモ360ですね。このね、360度カメラでの表現っていうのは唯一無二ですね。まずそもそもどのカメラでも撮れないというものが唯一撮れるカメラになりますので、画角という概念がね、変わる、そんなね、カメラになっているので、映像にスパイスを加えたい、ちょっとね、全てを残した写真を撮ってみたい、そんな方にもお勧めできるカメラになっています。で、最後に、このね、いろいろとあるんですけれども、いいとこ取りしたいよっていう方には、このナノがおすすめですね。結局このナノがですね、出たのが最近ということもあって、アクション5 Pro とね、同等の十分すぎる画角なんですね。でしかもね、このオズモナノはね、5万円を切る価格ですから、一番買いやすいというね、良さもありますし、ネックマウントに取り付けて、本当にリアルなね、思い出を残していくことができるというね、そういった強みもあるかなと思いますので、個人的にはね、このナノもね、しっかり推したいところにはなっています。というわけでね、いろいろと紹介してきたんですけれども、せっかくなのでね、ちょっと便利なおすすめアクセサリーをね、ご紹介させてください。まず1個がですね、こういった DJI マイクですね。これだとマイクミニの方のものになるんですけれども、単体だったら1枚切るような価格で買えるね、マイクになっています。どのカメラでもこれを単体で接続ができるので、やっぱりね、内蔵のマイクも綺麗なんですけど、これがね、あるだけで全然音違ってきますので、人のね、音声をしっかりと取るという意味では、こういったものをね、使ってあげるといいんじゃないかなと思います。で、あとはね、意外とあんまり知らないこちらですよ。これ皆さん知ってますか？これバッテリーハンドルになっています。これちょっとオズモポケットでは使えないんですが、これね、他のこのアクションとかで使えるんですけど、これここにね、脱着させてあげることによって、これでね、グリップにもなるし、このままね、これミニ三脚にもなります。で、さらにここにね、USB-C ポートがあるので、これつなげてあげるとですね、カメラにバッテリーをね、給電しながら、ここのね、ボタンで録画をね、したりとか、そういったこともできます。で、これはね、もちろんナノでも使えるし、なんならナノの上だけでもね、使えます。こんな感じで。こうしてあげればね、簡単に置いて、こんにちはみたいな感じで撮ることもできたりするので、これ結構僕はおすすめですよ。ちょっと値段は高いんですが、1個持ってるとめちゃくちゃ使いやすくなります。で、これはね、めちゃくちゃいいんですけど、オズモポケットでは使えないというね、最大の欠点があるんですが、僕がね、オズモポケットで一番好きな三脚見せていいですか？それがこちらになっています。これ何かというと、こんな感じでね、ワンタッチで結構な、大きさにはなるんですが、これね、収納するとこんぐらいの大きさになりますと。これ自体はね、そんなにでかくないんですけど、これをね、一回地面に置くじゃないですか。で、これちょっと最大まで伸ばすと、ここまで来るし、で、さらに、ここの高さまで来ると。でですね、オズモポケットにはね、この三脚ネジ用のね、このクリップをつけてあげることで、三脚のネジ穴を使うことができるので、これでね、あとはこんな感じで入れてあげるだけ。そうすればね、どこに行っても、もうこの僕たちと自分のね、目線と同じような高さで撮影ができると。揺らせばね、ちょっと揺れはするんですけど、結構な安定感あるし、僕らはね、もうこれオフィスにこのまま立てておいて、椅子でもね、気軽にオズポケで記録ができるような、そんな風にね、して使っております。で、これね、ここの部分だけ変えればスマホでも使えるので、なんか旅行先とかでね、自撮りしたいみたいな、自分たちを撮りたい、三脚として使いたい方にはめちゃくちゃおすすめ、これ。めっちゃ安い。3000円切りますから。はい、という感じでいかがでしょうか。オズモシリーズについてだいぶね、理解が深まってきたんじゃないかなと思うんですけど、もう絶対に聞かれるであろう、型落ちのね、モデルや他のメーカーはどうなのか、ここもね、ちょっとご紹介、僕のね、意見を話させてください。まずね、型落ちモデルがどうかというところなんですけど、なんといっても今のこのオズモポケットですよね。オズモポケット3がね、もうほんと完成度高くて出てきたんですけど、もちろん僕はね、オズモポケット3でも全然ありだと思います。というのもね、やっぱセンサーサイズは同じになるので、画質でね、大差はないんですよ。ログ撮影をするときに全然違うっていう感じではあるんですが、そんな難しいことしませんよっていう方は、もう全然オズモポケット3でいいと思います。で、なんなら中古とかがですね、5万円前後まで落ち着いてきているので、よりね、
安く買いたいという方にはめちゃくちゃいいし、価格もねちょっと変わってて79,200円から今だと6万円台ぐらいで買えるんですよね。やっぱ魅力的だと思いますので、 DJI の良さってね、型落ちのモデルもね安くして買わせてくれるっていうところがあるので、僕はね3でも全然ね、ありだと思います。で、あとは Osmo Action 5 Pro ですね。アクション6が出てるので、5 Pro が1個前になってますけど、これもねもちろんありではあると思うんですけど、今だったらね僕はナノでもいいかなと思っています。センサーが一緒なんですよ。画質がほぼ同等クラスで、ナノの方が安いんですよね。で、内蔵ストレージも倍以上ついてくるといったところを考えると、ナノおすすめっす。僕はマジで耐久性みたいなところで言うとね、やっぱアクション5 Pro の方が良くはなってくると思うので、安心感っていうのはこっちの方がいいと思うんですけど、僕はねマジでナノが好きなんで、結構ねナノちゃんおすすめだったりはしますね。で、ナノとね、360に関してはまだこの世代分しか出てないので、ちょっとね型落ちがないっていうところになるので、今後のね進化を見ていきたいなっていうところになるんですけれども、基本的にね前の型でも全然いいかなと思います。で、逆に前のね型を持ってる人が乗り換えは必要なのかみたいなところに関してですが、例えば Osmo Pocket 3を持ってて4をね乗り換えを検討している方に関してはですね、使い勝手はね結構明確に進化はしてます。 Osmo Pocket はねもう内蔵ストレージが100ギガを超えてるんですよ。で、ライトもついてくるし、ボタンがね増えたりしてるので、やっぱね一回使うとちょっと戻りたくはないっていうのは正直あります。アクション6もスクエアセンサーでねやっぱり後からトリミングできるっていうのは、今の SNS 時代においては非常に有効的なので、ここもやっぱね一回ね経験するとちょっと戻りにくくはなったりはすると思います。ただその今ね使ってるポケット3とかアクション5とかでそんなにね不満を感じていないのであれば、全然ね現行の維持というか今のままでもいいと思いますし、DJI ってね開発サイクルが早いので、もうちょっと待てばさらにいろんなものが出てくるんじゃないかなと思いますので、無理してね買う必要はそこまでねないのではないかなと思っています。で、一応ですね DJI って実はね認定整備済み品があったりするんですよ。なんとね Osmo Pocket 3が5万円でね製品としてラインナップにあったりはするので、DJI のシステムは多分ねその製品の値段も決まっていて在庫があるかないかみたいなところだと思うので、気になる方はねこまめに見ていただいてもいいかなと思うんですけど、認定整備済み品になるので、やっぱりね新品と同じ手順とね基準値で検査とかね試験もされているので安心できますし、あとは新品同等のねアフターサービスもついてくるので、やっぱりねこの辺は下手にね中古品を買うよりかは絶対的に安心感があるので、僕はね認定整備済み品もありかなと思っております。で、あとはね触れないわけにはいかないこのインスタ360についてはどうなのかというところですよね。インスタ360の方もレビュー動画出てますので、興味ある方はねこちら見ていただければなと思ってるんですけれども、もちろんねいいと思います。ただ僕は DJI はねエコシステムがやっぱ強いなっていうのと、あとは色がね10ビットで撮れたりログがねやっぱ優秀だったりはするので、僕は結構ね DJI の好きなところもあります。で、インスタ360はね、やっぱり360度カメラ、そしてこのね、分離型のねカメラに関しては結構やっぱ完成度が高いというね印象があるので、使いやすさであったりとかスタンダードカラーの発色であったりとかね、結構僕はそこで好きだったりしています。ただ注意点としてはマウントがね、カメラによって違ってくるので、 X5 とインスタ360の5シリーズはねもうマウント形状が違ったりするので、互換性がなかったりとかね、バッテリーが変わったりとか結構ねっていうところもあったりはするので、両方良し悪しはあるんですが、両方ともいい製品なのでそんなにどっちか買って後悔するみたいなことはあんまないんじゃないかなとは思うので、気になる方は僕たちのねレビュー動画も見てもらえたらなと思っております。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はね DJI の Osmo シリーズをご紹介、選び方をね解説させていただきました。こんなね動画を作っておいてあれなんですけれども、もうピンときたものをね買いましょうというところです。最後はやっぱりね悩んでる時間って本当もったいないと思います。新しいものが出そうだとか、Osmo Pocket 4もねなんか新しいプロシリーズ出るんじゃないかみたいなそんな噂もあると思うんですけど、これで十分だと思ったらねもうすぐ買っちゃうのがいいんじゃないかなと僕は思っております。これからね春夏ときて秋とねカメラっていうものがより活発的に使いやすくなる季節じゃないですか。で、新しいものをね待ってる間の機械損失よりも少しでもね多く思い出を残すっていうことは僕はね本当大事にしているところには僕はねなってはいたりするので、皆さんのね考え方とか価値観というのは様々ではあると思うんですけれども、DJI のねラインナップ充実してるし、割と進化してきてもう十分でしょって感じにはなってるので、一旦これでいいかなって思えた人はもう今からね使い始めるのがいいんじゃないかなと個人的には思っております。でね、今回ね僕が開発したね DJI の Osmo Rat-Pack G2、 これはねほぼ全てのね DJI カメラで使うことができて、スタンダードカラーで撮っていても D-Log の M で撮っていてもはたまた D-Log で撮っていてもどれでもね的確で、綺麗でシネマティックな色味をね表現することができるはずになっていますので、興味ある方はねぜひこちらもねチェックしていただければなと思っております。なんと4月中は限定のねセール価格になっていますので、よかったら迷われている方はねぜひ4月中にねご購入いただけると幸いです。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
す。